はようございます。今日新しい家のルームツアーをしようかなと思います。引っ越してきても半年以上経ってはいるんですけど、家具は届かなかったりとか、細かいところを住んでみて、やっと落ち着いた感じにはなっているので、今日いろいろ紹介できたらいいかなと思います。で、記憶的散策っていう YouTube チャンネルに出たり、ポッパイでご紹介いただいたりとかっていうのは一部のこの部屋はもうすでにみんなにお見せしてはいるんですけど、もう僕なりに他の紹介したいところとかあると思いますので、今回お気にみんなに紹介できたらいいかなと思います。それでは早速スタートします。まずは玄関です。玄関の扉が大きいので、遮音と断熱のためにカーテンを引いてます。細かいキーホルダーとか、あえて見せる収納にしています。よく使う洋服類はすぐに取れるように玄関の近くにかけてます。古いマンション特有のへこみも DIY で収納にしています。外でもらった小銭を変えてすぐ貯金箱に入れます。仕事以外の時間は基本的にリビングにいるので、好きなものだけを配置してリラックスできるような空間にしています。今回の引っ越しに合わせてずっと欲しかった USM を手に入れました。ポップな雑貨たちを引き締める。あえてポップな紙ラックで民芸品などの個性を引き出す。基本的に大きい家具こそベーシックなデザインにして落ち着くようにしています。4つの機能のある空気清浄機は前の家から愛用しています。半年以上持つこのディフューザーもあまり交換する必要がなくて、常にいい香りの空間を作ってくれてます。お気に入りのレコードをディスプレイして音楽をインテリアの一部にしています。読みたい本と雑誌も表紙のデザインを楽しみながらすぐに手に取れる場所に配置。パリで一目惚れしたゴミ箱もやっと迎えた。ボトルや缶を潰す機能もついて、機能性も優れていて気に入ってます。昔から集めてたアートの間にデザイナーズ時計を加えて雰囲気を引き締める。無地の定番シェルフに扉と足をつけることによって高級感が生まれる。シェルフの上に前に作ってた B カインドのラグにちょっとした雑貨をまとめてる。寝室も気に入ったコレクションをたくさん飾ってます。今回新しく作ったワークスペースは別の動画で紹介します。パリコレにいた時の招待状も額に入れて思い出として飾ってます。前の家より壁面が増えたので、前の家で飾れなかったものも飾れるようになった。前回の DIY 動画で紹介したタイル風のシールでリメイクした洗面台です。トイレも
タイル風の DIY で木の質感を抑えてみました。皆さんいかがでしたか。まだ半年ですけど、だいぶ物がいっぱいある状態にはなってるんですけど、家具だったり、いろいろ場所を決めたりするのはやっと落ち着いた部屋になっています。物がすごく多い部屋だと思ってはいるんですけど、よく聞かれているのは物をどうやって収納してきれいに部屋を見せているかっていうのはすごく質問をいただいていまして、確かに自分が旅行先で記念として思い出として購入したものだったり、本だったり洋服だったり、いろんなものが部屋の中に入れてはいるんですけど、あんまりすごく意識してるわけではなく、後からいろいろ考えてみると、まず部屋自体は基本的に白くしています。DIY とかもお見せしてはいるんですけど、基本的にその部屋自体があまり要素が、ないようにしています。で、その後は、大きな家具とかは基本的にあんまり存在感のない色を選んでいます。ダイニングテーブルはグレーにしたりとか、その部屋の中に大きい USM の腹とかも、一応白にして、あんまり、存在感ありつつ、あんまりすごくインパクトのあるようなものを、避けています。で、その後、こまめのものに関しては、なんていうか、主に2種類を分けて、考えて整理していまして、で、まずは見せないものになります。どうしてもその機能性だったり利便性とかから考えると、洗剤とか延長コードとかっていうのを、生活感がたっぷりなものがたくさん使っています。それはそのまま部屋の中に置いちゃうとやっぱりちょっと乱雑に見えたり、あんまり整理整頓されているような部屋にならないかなと思って、そういうものは基本的にもう、箱だったり、引き出しだったりっていうところに、まとめて隠しています。あとは見せるものですね。部屋の中にそのまま置いて、見せているものに関しては、例えばキャンドルだったり本だったり、もちろんアートとかもそうですし、あと、デザイン性の高いものを外に置いて、使っている雑貨とかでもあるんですけど、デザイン性高いので外に置いてもあまり生活感が出ないかなっていうのを思っています。あとその見せるものに関して基本的に、一つの枠の中でまとめて置いてます。一つというか、それぞれが相性のいいものを枠の中に置いて、見せてることによってより整頓されてる状態を見えるかなと思って、なんとなくやってはいます。壁の中に、一つの壁、全部の壁じゃないんですけど、その絵を飾る壁とかを決めて、その中に、好きなアートを入れて、見せたりとか、キャンドルとかだったらプレートの中にまとめておいて、どっかにまた外に見えるところに置いたりとかっていうことによって、やっぱりその整理整頓されてる見せてはいるんですけど、整理整頓している状態には見えるかなと思っています。あとは見えるものに関して、ものの合わせ方とかって考えると、前パルコのトーク集でも話してはいるんですけど、基本的にその枠の中のものに関してはある程度そのお互いが合わせられるようなものを選んでいます。その合わせられるっていうことを考えると、すごく僕ファッション業界が長いので、その洋服の合わせ方からインスパイアされてるかもしれないんですけど、物自体がいくつかの要素があると思うんで、色だったり形状だったり、素材だったりっていうのがあるので、それぞれを分解して一つの枠の中でお互い要素があるものを同じ空間の中で合わせることによって、あんまり違和感ない合わせ方になるかなと思います。例えばそのアートを飾っている壁に関して、一つオレンジがある、アートがあれば、その枠の中でもう一つちょっとちっちゃいオレンジのものを要素として、入れるとか、あと丸いものがあればまた別の作品で
丸い要素がある作品を入れたりして、で全体的になんとなくまとまり感があるような、合わせ方にはしています。一つ唐突にこの要素があるようなことを避けて、なんとなくうまくまとまり感が出るかなと思って、やっています。あと場所を決めることですかね。例えばキャンドルはここに置くことを決めたら、基本的にもうここに置くとか、お香だったらこっちにありますとかっていうのを決めることによって、部屋自体も整理しやすくなりますし、その生活のリズムを保つっていう観点から、日々生活の中で気をつけてやっているぐらいかな。あと掃除よくするかっていうのを質問としてもいただくんですけど、あんまりじゃあ今日掃除する日だっていうのを決めてはいないんですね。でそれは、やっぱりそうなると、じゃあ今の気分、例えばその日になったらこの掃除する気分になってないのであれば、じゃあやっぱりサボっちゃうかもしれないので、基本的に例えばほこりが溜まってるっていうのが、見えたら、じゃあちょろっと、掃除機かけたりとか、つどつど気になるところあればすぐパパッとちょろっとした時間をかけてすぐ片付けるっていうのを、気をつけて日々生活しています。今回このようにお部屋を見せたんですけど、やっぱり生活の様式は多分これからも変わることはあると思いますし、物増えたりして、やっぱり今決めた場所を変えないといけないとかもあると思うので、それをつどつどこちらのチャンネルでみんなに共有できたらいいかなと思っています。なので今回、今の段階の僕の部屋はこういうような感じになっていますので、もし、気に入っていただければ、ぜひいいねボタンとコメントとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で